皆さんこんにちは、南です。2月4日水曜日、一路同志を目指しています。でも少し気分を変えたくて普段とは違う道を使いました。津久井湖を抜けていつもとは逆方向から道志道へ。暦では立春となったこの日、たどり着いたキャンプ場は変わり映えしないですが椿荘オートキャンプ場です。キャンプ場銀座と言われる道志ですが、3月の半ば頃までは冬季休場のとこも多くて、選択肢が少なく自然と生き慣れたところを選んでしまいます。実はもう一つ理由があるんですが、それは後ほど現地の南さんが話してくれると思うのでお待ちください。今回のサイトは西の森の C、 沢沿いの一番奥。冬場は水量も少なくて川音も程よくていい雰囲気です。そして選んだテントは何やら見慣れないのが出てきました。とは言っても新幕というわけではなさそうですね。というわけで現地の南さん、よろしく。はい、皆さんこんにちは、南です。ただいまの時刻は9時15分かね。気温の方がまだマイナスの朝ですね。マイナス 0.7 度ぐらいだったと思うんだけど、今回はですね、謎のテントなんですよ。謎のテントいつからかな、気がついたらうちに一幕テントがありまして、知らないテントが、その経緯はね、話すと長くなるんではしょりますけど、今日はそのね、謎のテント、一体何のテントかもまだ知らないという。家には置いてあったんですけど、あえて開けずに中を何も確かめておりません。こちら、一応コールマンのね袋なんですけど、コールマン、この形なんで、多分中はテントだろうという話なんですけど、コールマンの袋に入ってるからといってコールマンのテントとも限らないし、さっきね来る時にね気がついたんです。気がついたっていうか、って思ったんですけど、この袋に入ってるからって中身がテントとは限らないわけですよね、来る途中に気がついて、しまったとか思ったんですけど、もうコールマンのテントだなってもう思い込んじゃってたんで、予備のテントは今日持ってきてませんというわけで設営していきたいんですが、設営できるものなのかっていうのは、実際中の付属品とかね、パーツが揃ってるのかも分かんないし、膜体が破れてたりとかね、そういう不具合があるのかないのかも分かんないわけですよ。本当今ねドキドキしてるんですけど、とはいえここまで来たらね帰る気はないんで、まずは乾杯といきましょう。本日は2月の4日立春です。というわけで札幌の桜ビールね、暦の上では春ですからね。よっ、じゃあ皆さん、謎のテントに乾杯マイナス気温で飲むビールもうまいね強がりじゃないですよ。さあしっか
かりとアルコールの入ったマジビールを飲んでしまいました。よいしょ。これでもう帰れません。やりましょう。さて、テントでありますようにだね。テントだ。多分テントだ。で、この色ではコールマンだね。多分。さあ、ひとまず収納袋の中はテントということで一安心、設営していきます。まずは幕を広げて、どうやらシンプルなドームテントのようですね。次にフレームをスリーブに通します。ここで問題が。フレームの一部が割れてますね。でも欠損してなさそうなのと、ロッドをつなぐ接続部が生きていたので、そのまま設営は続行です。今回風はほとんど吹かないので、設営中にロッドが折れなければ大丈夫だろうという能天気な考えです。フライをかぶせて固定すれば設営はほぼ終了。なんとか無事に終わりそうです。そう、今回も椿荘のわけですよ。椿荘、ここのね、椿荘のわけ。ここは結構ね、通って10年間で何回ぐらい来てるかな。結構な頻度で来てるんでね、あれなんですが、どうしても一箇所ね、腫れてない場所があるんですよ。使ってね、本当腫れてない場所はたくさんあるんですけど、どうしても一回そこに貼りたくて、そこに貼りたいんだけども、そこだけはいっつもね、開いてないという、そういう一箇所がありまして、これも思いつきなんですけど、一度貼ってみたかったあのサイトに貼れるまで通うソロキャンプじゃないですけどね、その一箇所今年は絶対貼りたいんで、そこに貼れるまではここ椿荘何回でも続きます。はいね。実際ね、その場所っていうのは特別いいわけじゃないんですよ。言ったらこの椿荘のサイトってどこ貼っても外れがないというかね、いいとこばっかで、今日はこういう奥まったところにね貼ってるんですが、寒い冬なんでね、日当たりが欲しければ第2サイト行けばもう広場になってね、遮るものはないんで、もうさんさんと日が降り注ぐ、サイトが第2サイトありますんで、そっちも行けるし、森の中でしっぽりとねやりたければこういう場所、この今いるのが西の C っていうとこなんですけど、大体どこでも西でも中央でも、南でも雰囲気のいいとこばっかなんで、何もね、どうしても張りたい場所にこだわる必要はないんですが、
思い立ってしまったんで、そこに春までは通うぞとね、そういうわけで、くだらないといえばくだらないんですが、なので、そこに一回張って一泊ね過ごすまでは、これから何回でも椿荘続きます。ただ来るたんびね、いろんなとこ、ね、その場所に張れないときは、ね、あっちこっち、ね、張ってみようと思うんですけど、そんな感じで、とりあえずは設営も終わったし、あとはゆっくりするだけです。ね、ルミちゃんね、私はロマン枠だけじゃないのよということでね、ちょっと可愛い夜間も買ってみました。今日の野猿はできるかどうかわかんないですけどね、これにルミちゃんで焼肉をやってみようかなと、な感じなんですが、まだ3時なんでね、よっこいしょ、ぼちぼちとやっていきましょう。まずは一杯と、よいしょ。それでこのちっちゃいね風防ね、この隙間にこう刺して入れてるんですけど、これ風防というよりはなんかでガシャンとやらないように落ちないように、そのためのなんでね、大体がもうちょっと背の高いのがあればこれで全然いいんだけどね。さあ今夜はうまくいくかな。今日の焚き火がやたら荒ぶるんで、
ちょっとね落ち着かせようと思ってくべないでいたんですけど、せっかくね大量の置き火が出来上がりましたので、野宴の前に明日のコーヒーを仕上げときましょうか。よいしょ。冷ませおい、こんな感じ。いやムラムラかな。こうね実際目で見るとまあかなと思うんだけど、多少ムラはあるとして、これで明日の朝コーヒーは OK。 そろそろペトロマックスにも火を入れますかね。よし。ルミちゃん焼肉か。鉄板温めとかないとね、なかなか温まんねえだろうから。あんまりね分厚い本格的な鉄板は当然荷が重いんで、これね確か100均のやつなんですよ、ね。だから鉄板としても薄い方なんですけど、これならいけるかなと。温めときましょう。よし。お、ついた。やっぱり風だな。ちょうどいい具合に風が入ってんだな。ちょっと気をつけないと。どうだろう、焼けんのかな本当に。今日は牛のミスジ、これだけです。であとはセブンおつまみね。で焼肉のタレは今の一押し山の神。よいしょ。なかなか使い切れんだよね。やってみるか。これで10って言わなかったらもうアウトなんですけど。おかしいな。家でやった時はできたんだけどな。しょうがない。もうちょっと火力上げるか。あんまり上げるとね、このねすすがすげえのよ。やっぱ外と家じゃ違う。でも焼けねえことはなさそうだね。なんか地味な焼肉だな。地味な焼肉になっちゃったよ。
まあじっくりいきますか。牛だし大丈夫だろう。やはりルミちゃんには荷が重かったようですやっぱね、やっぱこの気温だからね、夏場ならミスジ。このミスジ肉なんですけど、外れですね。外れ。いやー、危ない。このね、山の神タレ、これがなかったら今日食えたもんじゃないですね、これ。いやー、見た目良かったんだけどね、牛肉っつうのは値段に比例するのかな、わからんすけどね。まあ全部美味しく山の神に助けていただいて美味しくいただきますけど、あ、そうだ、あれ映ってるかな、映ってないか。ガイロープになんだこれ、なんつうの、マーカーライトっつうの、なんつうんだろう、それちょっと買ってみたんですよ。なんだかんだ言って夜ね、暗くなるとガイロープとかにね、首をグッとかこうやられたりとかね、足をコツッとかやれたりとかね、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、いやこれいいなと思って。で今安いんですよね。まあ電池も交換できるし、1個ね10個セットで買ったのか、10個セットで買ったんだけど1個100円しないんですよ。これちょっとつけてみたんですけど、どうですかね。もうちょっと暗くなってみなきゃ分かんないですけどね。熱燗一歩手前が限界ぬる燗のちょっと厚めのやつ、まあその辺が限界ですかね。このルミちゃん、まあこの季節で今気温1度かね、1度なんで、風はもう完全にないでます。野猿も一段落しまして、幕内に引きこもっております。まあ今回ね、家にあった謎のテントということでこいつを持ってきたわけなんですけど、いやでもなんかすっごいいいよね。なんだ BC クロスドーム270だから、2700の2700、3メーター弱のインナーがあって、フライがあって、ごく、一般的っていうかスタンダード、昔からあるスタンダードなドームテント、特に木をてらったなんかギミックがあるわけでもなし、デザイン的にもね今時ではないですがね、ごく普通なドームテント
この大きさだからソロだったらもうゆったり過ごせるし、おこもりキャンプなんつったらもう大の字で大の字でゆったりできる。まあ確かに前室で過ごすとなると、今日みたいな穏やかな日はねいいですけど、まあ雨風のある時だったらもう前室で過ごすっていうのはちょっと無理だから、まあそしたらちょっと閉めて、まあっていうかもう跳ね上げたとしても、まあ幕内でね過ごす感じになりますけど、全然これでいいよね。まあ言って、まあこいつはあちこちもう不具合があるんで、また使うかっつうと正直言って使わないですけど、いいですよ。まあ言ったら昼間はこれでね、ここにで過ごしたとしても、おっぴろげて外を眺めながらね過ごすこともできますし、結局はこういうスタンダードなテントっていうのは、まあこれからも、まあ言ったら入門編っていうのかな、ちょっとキャンプやってみようって思った人のためのね、まずはちょっとこれで試してみてって、そういう感じの、いいテントだなって思いましたね。おはようございます。南です。2月5日、朝の6時23分、27分、6時半ですね。気温はマイナス 0.7 度。昨夜はそんな冷えなかったですね。マイナス 2.3 度だったかな、最低。まあそんなもんです。早速火を入れたんで朝コーヒーといきましょう。よいしょ。では昨日焙煎した自家焙煎コーヒー、香りは上々。じゃあいただきます。おはようございます。今回も良かった。久々にようじゃねえ久々の炊き具合はどうですかね。ちょっとここのとこやってなかったからね。よいしょ。よいしょ。
よいしょ。おい、いい感じじゃないですか。久々の朝カレー。よいしょ。お、いい感じや。じゃあ行ってみよう。よっ。久々の朝カレーいただきます。最高や。はい、朝カレーをいただきながらそろそろお開きです。いつの間にか家にあった謎のテント、コールマン BC クロスドーム270。シンプルで設営も簡単、高さもあるので過ごしやすく、入門テントとしてもおすすめできるいい幕でした。割れたフレームとか不具合がなければ使いたいところですが、補修部品を買ってまでとは微妙ですね。そして思い立ってしまった貼りたいサイトに貼れるまで通う椿荘オートキャンプ場チャレンジ。そのサイトは達成できるまで内緒です。果たして何回目に貼ることができるのか、しばらく同じキャンプ場になるかもしれませんが、ご容赦ください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次のキャンプでお会いしましょう。それでは。